く書ける西洋占星術で子育てを楽しむ水本舞です。動画を見ていただきありがとうございます。今日はお母さんお羊座、お子さんヤギ座の相性を見ていきます。まず大前提として私たちがテレビや雑誌の星占い特集で見るこの星座というのは太陽星座と言います。例えばお羊座であれば3月の下旬から4月中旬頃までに生まれた方、この方は太陽星座がお羊座と表現します。また12月の下旬から1月の中旬頃までに生まれた方、この方は太陽星座がヤギ座となります。私たちが普段気軽に見ている星占いは太陽星座のお話で、実際は太陽星座だけでなく月や水星、火星、金星などいろんな天体が私たちの持って生まれた性質に影響を与えているんです。それを紐解くのがホロスコープという星の配置図です。今日のお話を聞いて西洋占星術面白そうだな、子育てに活かすってどんな風にやるんだろうと思ってくださった方は、公式 LINE で私とお友達になっていただいて、西洋占星術を子育てにどう活かしていくか、そのヒントを知っていただけたら嬉しいです。では早速、お母さんお羊座、お子さんヤギ座の相性について解説していきます。私は子育てはクエストと思っています。子育てを通して私たち親は人生のレベルアップをしていくわけですが、クエストではおなじみの4つの職業にそれぞれの性格を分類して考えていくと、親子関係ってすごくスムーズになっていくんですね。右から職業、勇者、魔法使い、賢者、ヒーラーとなっています。クエストの職業で言うとお羊座は勇者ですね。ヤギ座は賢者に当たります。この勇者、賢者なんですけれども、実は性質的に言うと真反対の性質を持っているんですね。まず安心してほしいのが、性質が真反対なだけであって、相性が悪いというものはないんです。ですので、ご自分がお羊座でお子さんがヤギ座だからといって、私たち親子の相性が良くないんだわ、なんていう風に思っていただく必要はないので安心してください。性質が違うというのは、それぞれが大事にしている考え方やテーマが違うということです。じゃあ、お羊座のお母さん、勇者のお母さんは何を大事にしているかというと、スピード感や直感、行動というのを大事にしてるんですね。一方で、ヤギ座、賢者のお子さんが何を大事にしているかというと、考える、計画する、慎重である、こういったことを大事にしてるわけです。今聞いただけでも性質が真逆な感じがしますよね。なので、特にお羊座のお母さんからすると、ヤギ座のお子さんってなんか理解ができないな、自分と真逆の子だな、もしかするとちょっとは扱いづらい子だな、大きな声では言えないですけれど感じたことがあるんじゃないかなと思います。しかもヤギ座という星座、非常にパワフルな星座なので、お羊座のお母さんからすると不思議なんだけれども、ヤギ座のお子さんにちょっと苦手意識があるかななんていうふうに思うんですね。いかがでしょうか。その上で、お羊座のお母さん、ヤギ座のお子さんの親子関係でとっても大事なことは、どちらかが合っていて、どちらかが間違っているというわけじゃないよということを肝に銘じるということだと思うんです。お羊座のお母さんが大事にしていることがあるように、ヤギ座のお子さんにも大事にしていることがあります。それがもしかすると、こだわりの強さとか、頑固さという風に見えてしまって、なんとこの子は扱いづらいんだろうっていう風に感じることもあると思うんですね。その上で、お羊座、ヤギ座に限らず、どの星座にもそれぞれがこだわりたい部分、大事にしたい美学のようなものがありますので、まず大前提として自分とは美学が違う人なんだなということを思ってお子さんを見ていただけるといろんな発見があるんじゃないかなと思います。で、特にヤギ座に関してはパワフルな星座かつ賢者ですし、守護惑星土星になりますので、実は賢者っていうのまさにキーワードになるような星座なんですよね。なので、特に12星座の中でも意志が強かったり、自分はこうだっていう風で決めたらなかなかそれを曲げなかったり、子供なのになんか子供らしくない部分っていうのがもしかするとあるのかもしれません。なのでお羊座のお母さんは無理やりこのヤギ座のお子さんを力ずくで動かそうとする必要はないと思います。すぐに行動できるお羊座のお母さんからすると、ヤギ座のお子さんすごく時間がかかるようには見えるんですが、自分が納得して決断したらちゃんと行動ができるお子さんなんじゃないかなと思うんですよね。なので、ヤギ座のお子さんに関しては、変におだてて騙してやらせようとしないで、論理的に順を追って丁寧に説明をする。なぜこれをやらなくてはいけないのか、これをやることによってどういう結果が得られるのか、
これをやらないことによってどんな不利益が起きるのか。このあたりを丁寧に説明していってあげてください。ここ、もしかするとお羊座のお母さんも苦手な方いらっしゃるかもしれません。なぜかというと、お羊座はどちらかというと気持ちを大事にする星座で直感で動く方が多いので、理屈で説明してっていうふうに言われてもうまく言語化できなくて、ってなってしまうことがあるかもしれないですね。その上で、ヤギ座のお子さんに動いてもらおうと思ったら、直感とか勢いで何かをやるよりも、今申し上げたみたいに、頑張って理屈で理路整然と伝えていくっていうのが結構大事だったりします。ある意味大人扱いをするっていうことですよね。ここお羊座のお母さんのレベルアップポイントになりますので、ヤギ座のお子さんがお母さんがレベルアップをするチャンスをくれたなんていう風に思っていただきながら、衝動に負けず言葉で丁寧に説明していくっていうことをぜひトライしてみてくださいと言われてもやり方わからないよっていう方もいらっしゃると思います。そこで登場するのが科学的な子育てですよね。こういう言い方をするとお子さんが受け取りやすいですよというのが脳科学や心理学の範疇になってきます。なので西洋占星術と科学、これをハイブリッドにしてぜひ子育てを楽しんでいきましょう。今日のお話を聞いて面白そうだなと思った方、実際にどうやって科学と西洋占星術を融合していけばいいのと思われた方は、こちらから公式 LINE に登録していただいて、私と一緒にあなたとお子さんに合った戦略を立てていきましょう。今日もご覧いただきありがとうございました。